皆さんおはようございます。スティーブテキシテンのスティーブです。今日は、地元のイベントがありますね。そのイベントに多分アメ車とか、おじいちゃんとかが多いと思うんで、アメ車 50年代とか30年代とかの車が多いかなと思うんだけど、そこに島で行ったらどうなるのかなと思って、とりあえず今日は島出しました。次から次に発見していることがありますよね、この車に関しては。まずはその中の一つはこれがすごいよね。というのは何がすごいかというと、真ん中が回らないね。固定しているんだよね。ハンドルだけがぐるぐる回る、真ん中が固定してあることが考えるとあんまりないよな。さて行ってみましょう。日本とアメリカのまず一つの日米比較的な面白いところが、日本に行くたんびに、車乗るたんびにいつも思うんだけど、ある種日本人はね、ガソリンタンクは満タンにしている人が多いよね。満タンに近い感じでも多いよな。アメリカ人はね、何でもそうかもしれないけど、ギリギリだよね。ギリギリ。俺もギリギリの4分の1、まだギリギリじゃないんだけど、ギリギリはもうランプがつくまでもう切れるぞって、ガソリンもないぞっていうところまでやっぱり乗る人が多いよね。そこまではギリギリしない方がいいと思うよね。特に旧車の場合、旧車のガソリンタンクにいろんなもう何年分の汚れとかが結構溜まってることが多いので、ギリギリまで行っちゃうとその分もね吸い込まれる。もう燃料ポンプとかの方に行っちゃうと、燃料ポンプの不良の原因の一つですよね。あとはね、さっき気づいたか、バック中に日本の車が日本にある日本の車がバックするときにピー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 、そのバックのなんていうのかな、バックしてますよってね、気をつけましょうとかね、危ないですよという意味だろうと思うんだけど、アメリカのねにあるアメ車、アメリカにある日本車でもねないな。それはね全然ないよね。ほとんどない。全然と言っていいか分かんないけど、あんまりないな。それ日本だけ。あとそのスピードセンサー、この間もう100キロ105キロのところからピンティンティンティン、もううるさいよ。このぐらいの高級車なんて105キロ以上で走ること当たり前じゃないですか。やっぱりターボ車がいいな。このエンジン速いよ。音もいいし。地元のイベントに着きました。到着しました。到着したところ、受付っていうか入り口の方にいたお兄さんに言われたんですけど、もう一台の200さんがいるというふうに言われたんですけど、見つけましたよ。はい、地元の子が乗っている R32 ですね。 GTR32。 やっぱり地元の車のイベントなのでアメ車が多いですね。さっきおまわりさんが来て、あれは何の車だって聞かれたんだけど、説明したら、なるほど、見たことないわ、トヨタですかとかって聞かれたんだけど、いやトヨタじゃない、これは日産です。でもトヨタも1台あるんで、あなたの同僚の人にこの間、止められましたねってちょっと2人の笑いになったんだけど、かなりローカルなイベントにどういう車が来るのかっていうのはちょっと、回って見てみましょう。
まり大きな車のイベントではないんだけど、やっぱり地元なんで、近所の人たちなので、どんなに小さくてもどんなに車の台数が少なくてもやっぱり参加すること自体が重要なことだと、こちらの一番自分に近いコミュニティとのいう接触というか、この話とか、またね、友達になること、お互いに挨拶することがいいことなので、今日、イベントに来ました。やっぱりこの日本の文化、この昔のビップカーの文化を一人一人に、丁寧に説明していきながら、どんどんこの文化も日本の旧車の良さも、アメリカのこの広いアメリカの中でも、広めていくんじゃないのかなと思います。チャンネル登録もよろしくね。ではまたよろしくね。アメリカのある、ローカルなカーショーからでした。